2025年シーズンが幕を閉じた今、F1 はかつてない大変革の真っ只中にあります。2026年、それはマシン、エンジン、チーム、カレンダー、そしてビジネスモデルまであらゆる要素が書き換わる新時代の幕開けです。2022年のグラウンドエフェクト導入、2021年のコストキャップ導入、これらを超える規模で F1 は再び姿を変えようとしています。第1章、キャデラック参戦。11チーム体制拡大。長く続いた10チーム体制がついに終わりを迎えます。2026年、アンドレッティ× GM キャデラックが F1 に正式参戦。参入金は4億5000万ドル、日本円で約707億円。これは既存チームの反発を抑えるための史上最大級の参入量です。ドライバーは経験豊富なバルテリ・ボッタスとセルジオ・ペレス。初年度から上位争いは難しいと見られるが、アメリカ市場での F1 人気をさらに押し上げる存在になる可能性は高いです。2025年までの F1 はチーム数が固定され、参入障壁は極めて高くありました。2026年は22台のマシンがグリッドに並び、その閉じた構造が初めて揺らぐ年となるでしょう。第2章、パドックに新しい名前が続々登場。2026年のパドックは見慣れたロゴが大きく入れ替わります。ハースはマネーグラムに変わり、トヨタガズーレーシングがタイトルスポンサーに、マクラーレンは2013年以来となるネーミングライツ契約を締結し、マスターカードマクラーレンとして新たなスタートを切ります。そして最大の変化はアウディがザウバーを買収し、チーム体制を完全に掌握したこと。2026年からはアウディ F1 チームとして参戦し、2030年までにタイトル争いへ加わるという大胆な目標を掲げています。カラーリングもシルバー、レッド、ブラックへ一新され、2025年までのザウバーとは全く別のチームへと生まれ変わります。第3章、エンジン供給体制の大再編。2026年はエンジン勢力図が大きく塗り替わります。アウディ、フェラーリ PU、自社製 PU へ、フォード、レッドブルと共同で PU を開発し、レッドブル&レーシングブルズへ供給。ホンダ、アストンマーティンのワークス PU として本格復帰。アルピーヌ、ルノーの PU 供給撤退に伴い、メルセデス PU で変更。キャデラック、2029年までフェラーリ PU を使用。そして、パワーユニット自体も大きく変わります。電動出力は約3倍。合成燃料へ完全移行。内燃 80%、電動 20%、ほぼ50対50へ。2025年までの PU は電動部分が補助的な役割でした。2026年からは電動が主役の一角を担うハイブリッド 2.0 時代が始まります。第4章、車体規則の全面刷新、小型化とアクティブエアロ。2026年マシンはここ10年で最も大きく姿を変えます。最低重量 768kg、マイナス 30kg、全長マイナス 20cm、車幅マイナス 10cm、ダウンフォースマイナス 30%、空気抵抗マイナス 55%、タイヤはわずかに細くなる。目的はただ一つ、マシンの機敏性を高め、追い抜きを増やすこと。さらに可動式フロントウイングとリアウイングを使い分けるアクティブエアロダイナミクスが導入されます。2022年のグラウンドエフェクト導入以上にドライバーの腕が問われる時代が戻ってきます。ただしチャシーが小型化することでスポンサーのロゴスペースは減少し、これは実際に複数チームが懸念を示しているポイントでもあります。第5章、カレンダー再編と新レース誕生。2026年のレースカレンダーは輸送効率を最優先に再設計されます。カナダグランプリ6月、5月へ前倒し。夏はヨーロッパで9連戦。イモラのエミリア・ロマーニャグランプリは終了。新たにマドリードグランプリが開催。アメリカはマイアミ、オースティン、ラスベガスの3戦を維持。スペインはバルセロナとマドリードの2大会体制。スプリントレースは6戦。2025年からの入れ替えでカナダ、イギリス、オランダ、シンガポールが新たに採用され、ベルギー、オースティン、ブラジル、カタールは外れます。2027年以降にはポルトガル、ルワンダ、南アフリカ、韓国が正式に入札を表明しており、さらにアルゼンチン、ドイツ、ナイジェリア、タイ、トルコも開催に関心を示しています。2026年 F1 は技術、政治、ビジネス、そして世界戦略の全てが動き出す、まさに再構築の年を迎えます。2025年までの F1 を知るファンにとって2026年はこれまでの常識が書き換わる新しいスポーツの始まりです。この大変革の先にどんな未来が待っているのか、F1 は今歴史の分岐点に立っています。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタン、そして解説してほしいテーマがあったらコメント欄に書き込んでください。動画で取り上げて解説していきます。